それではただいまより、2015年第31回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者発表記者会見を始めたいと思います。過去30年の受賞者とその業績を振り返ってみますと、ジャパンプライズの受賞者の系譜そのものがまさに科学技術全般の進歩と、それがもたらした人類社会の平和と繁栄の歴史を映し出していると、改めて強く認識する次第でございます。ジャパンプライズの第31回受賞者を発表いたします。まず、資源エネルギー社会基盤分野では、受賞者は東京大学名誉教授、高橋豊博士。受賞業績は、流域管理の革新的概念の創出と水災害軽減への貢献。続きまして、医学・薬学分野、こちらは2名の方の共同受賞です。受賞者はアメリカ・カリフォルニア州立大学サンディエゴ校医学部教授、セオドア・フリードマン博士、フランス・コレージュ・ド・フランス教授、イマジン研究所所長、アラン・フィッシャー博士。受賞業績は、遺伝子治療の概念の提唱と、その臨床応用です。以上、2組、3名の方にお送りすることにいたしました。一昨年11月、今回の受賞対象の2つの分野、資源エネルギー社会基盤分野と医学・薬学分野を決定発表し、財団推薦人として登録いただいている国内外約1万3000名の著名な科学者や技術者の方々に候補者の推薦をお願いいたしました。その結果、世界中から資源エネルギー社会基盤分野で152件、医学・薬学分野で276件、総計428件の推薦をいただきました。これら428件の推薦につきまして、分野ごとに設けた2つの審査部会で、学術的な新規性、独自性などについて審査を行い、同時に日本国際賞の特徴でもあります、その発見・発明がどのように社会に貢献しているかについても大いに議論・検討をいたしました。また、その過程では、国内外80名にも及びます当該分野の有識者の先生方にも客観的なご意見をいただき、それも踏まえて審査委員会にて受賞候補者の最終絞り込みをいたしました。高橋豊博士は、戦後に相次いだ大規模水災害の現地調査を行い、その科学的解析から明治以来の大規模な河川改修や開発による流域の変貌が、かえって戦後の災害規模の拡大につながったことを実証されました。その結果、水災害を軽減するには、堤防などの河川改修だけでなく、調節池などによる流域全体の管理や健全な水循環、適切な土地利用が必要であるとして、それらを重視した総合治水の考え方を長年にわたって提言されてこられました。博士の治水に対する考え方は、国内だけでなくアジアモンスーン地帯にも生かされまして、大変大きな効果を上げております。私が到達した一つの理念は、川というのは上流の森林の水源地から中流下流、そして河口沿岸部まで一体として考えなければいかんということをつくづく感じたのが私の一つの概念で、したがって河川の技術も、そして河川行政もですね、
できることなら上流から河口に至るまで、沿岸部に至るまで一元的に捉えて、そういう観点で大水害にぶつかってこそ水害を本当に減らすことができるんだということが私の長年の水害調査、河川調査の結論でございます。フリードマン博士はそのまさに黎明期に遺伝子治療を本当に役に立つものにするための実現へ向けて乗り越えるべき壁といいますか課題を提示し進むべき道を示しました。でその後今回受賞者であるアラン・フィッシャー博士が X 連鎖の重症複合免疫不全 X スキッドと呼ばれる病気ですが、この患者の骨髄から造血幹細胞に問題の遺伝子、その患者の骨髄幹細胞にこの遺伝子を導入し、それを患者に戻すと。この遺伝子が導入された細胞を受けた患者は健康な正しい免疫システムを構築することによって感染症から免れることができるということを決定的な証拠として提示いたしました。As in many other areas of science, the path from concept to delivering to reality is sometimes very difficult. The path from concept to experimental proof of principle, where you show that the techniques that you have in mind, in fact, can relieve a disease trait. And then to deliver that to real clinical activity, real clinical application to real people with real disease, I think has turned out to be a dream come true and quite an important advance, we hope, in medical therapeutics. So I hope this award is a powerful stimulus to speed up the development of new and even more innovative and imaginative research and more effective clinical application of very difficult and groundbreaking research. Huge efforts by scientists all over the world have led to the development of a new generation of viral vectors. And we and others have since safely and successfully used this new generation of vector to treat the same disease, severe combined immunodeficiency, as well as other diseases. These achievements give us reasonable hope that gene therapy will enter the armamentarium for the treatment of several genetic disorders of blood cells. I could not end this speech without emphasizing the commitment of our patients and their families to this endeavor. Without their support and generosity, we would not be standing here today.